皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日はですね、マイナー観光地に行ってみようの企画をやってみたいと思います。そして今私がいるのは、見てください、 JR 園部駅です。JR 園部駅はですね、京都市の、京都の南丹市にある駅になってまして、だいたい JR 京都駅から30分ぐらいで行くことができます。大自然があったりとか、お城があったりとか、神社があったりとかで、京都府でありながら京都市ではないんですけど結構いい観光地がねたくさんあります。これ見てください。この深山かやぶきの里とかね、こんな家もう全然見ないでしょ。でもこれが本当にまだ残ってます。あとは瑠璃系があったりね、この滝のような自然があったりとか、ここに温泉があったりもしますから、なんか結構そういうね、自然が多い、自然と寺社仏閣が融合している、そんな場所です。あんまりなんか京都市内って、自然は確かにあるんですけど、大自然って言えるほど大自然かって言われるとちょっとそうじゃないんで、今日はねこの辺にあるこのね生見天満宮、生見天満宮っていう、日本最古の、天満宮に行ってみたいと思います。ということで行きましょう。ということで、生見天満宮にやってきました。天満宮って上に書いてある。はい。で、生見天満宮という名前の由来をちょっと説明させてください。一般的に天満宮と名の付く、北の天満宮とかもそうですね。天満宮と名の付く、ものは、菅原道真の死後に、その御陵、霊ですね。霊を祀るために、建立、建設されるものなんです。ただ、ここの生見天満宮は、もうその名の通り、菅原道真が生きている時に建った天満宮となってます。なんで、日本最古の天満宮と言われております。そんな日本最古の天満宮がなんと京都にあると。しかも京都市ではなく京都府の中のちょっと外れたところにあると。なんかね、そういうのこそ京都市内とかにありそうですけど、実は京都市内ではなく、南丹市にあるという感じです。それでは入っていきましょう。でですね、天満宮といえばこれですよ。なで牛です。天満宮、全国の天満宮にはですね、こうやってなで牛なるものが存在しておりまして、こうやって撫でるとですね、ご利益があると言われています。よしよし。チャンネル登録者増えますように。フォローしてくださいね。フォローというかチャンネル登録してくださいね。皆さん。よしよし。じゃあここでもう皆さん、今見ていただいている皆さんが全員がチャンネル登録をしていただいた上で進んでいきますよ。で、この生見天満宮っていうのは、受験とかね、そういうのに強いんですけど、それだけじゃなくて、その生き身というぐらいなんで、生命にね強いと、生きることに何かご利益があると、だから病気とかにも効くんじゃないですかね。うわ、すごい。皆さん見てください。まだ前回の大雪のかけらが残っています。必勝合格祈願。いや、実はね、こういう建物の中が結構すごいんですよ。ほら見てください。もう何年前に描かれたか分からへんようなプレートがあったりとか、写真があったりとかね。うわ、これ戦国武将や。ちなみに生見天満宮は、1000年以上前に建ったものです。1100年前とかかなに建ったはずです。900年ぐらいに建ったはずなんで。だからもうすごい、ここの棚に歴史が詰まっていると。すごいな。この絵とかもいつ描かれたんやろって。でもこれ明治だ。明治ということは60年前ぐらいってことですかね。ほら、なんか謎の棒も飾られてますよ。
弓矢の矢ですかね、これは。これもなんや、この棒。何か飾られてますけど、パワーを感じますね。うわー、すごいな。歴史を感じる。うわ、これはなんかすごいですよ。実は僕ここ下見してまして、奥にもまだまだすごい本当にね、100年以上前の絵とかもあったりしたんで、絵っていうかプレートがあったりしたんでね、それも後で写していきますから。いや、すごい。なんか普通にここ初めて通っただけやったら、こんな場所ただの休憩所として通り過ぎちゃいますよね。もうすごいですから、ここがまたすごいんですよね。あ、なんか奥にも建物ある。うわ、すごっ。なんだろう。あ、普通のお家かな。お家か。やめとこう。あ、これは桜ですかね。桜かな。進んでいきましょう。いや、こことかめっちゃパワー感じません？この杉の森の中に奥の見てください、社。めちゃくちゃパワー。ちょっとあっち行ってみますか、先に。あっちからも上がれるんですよ。このあえて中央から上がらずにね、この中央から上がらずに、あえて横の道から上がっていきます。いや、雪の撮影朝一からやったじゃないですか。あの後まさかの風邪ひきまして、ちょっと鼻がムズムズ言っておりますが、鼻声かもしれないですけど、ちょっとご了承ください。なんかすごいよ。めちゃくちゃパワーを感じます。すごいな。これはいつ建った？ 1932 年。だいたいだから100年前ぐらいってことですね、これ。すごいな。すごい歴史がありますよ、この生見神社は。生見神社じゃない、天満宮は。なんせ1100年の歴史ですからね。嵐山の竹林の小道みたいになってます。ちゃんと参拝の駐車場もね、用意してくださってるみたいです。ここにご参拝駐車場と書いてありますね。うわ、これすごい。これ寄付した方がいらっしゃったんでしょうね。こうやってこの天満宮に寄付された方がたくさんいらっしゃることを物語っています。それではちょっと中に入っていきましょうか。いやでももうすでに目の前の建物がすごい年季が入ってて、すごく歴史を感じます。一礼させていただきまして入っていきましょう。ちゃんとお手洗いもあります。
く歴史を感じます。ちょっとじゃあ入っていきましょう。うわあ、明治35年。もうこれだけでもう貴重な歴史的なものですよね。すごいな。ここにもまた矢が飾られてます。この水が、水滴がポタポタと落ちる音がすごい雰囲気を醸し出してくれます。うわ、すごいですよ。これも古いですよ、これ絶対。かっこいいな。ここにね、こうやってたくさんこの天満宮に寄付とか何かしらの貢献をされた方々がたくさん飾られています。すごい、すごいです。あ、これや、これや、さっきの牛さんじゃなかったんや。なで牛、これがなで牛です。お願い事をすれば撫でて叶うみたいですね。病気が治るみたいです。これはいっぱい撫でておきましょう。このザ京都チャンネルを見てくださっている中で何か病気に悩まれている方がいたら、その方の病気が治りますように。これでこのチャンネルを見てくださっている方の体は、体調はもう良くなるでしょう。わかんないですけど。今年は蛇年なので、蛇の、大きな絵馬が飾られています。ちょっとちらっと見えたんですけど、この舞台の上のこれもなんかすごいですね。百人一首みたい。結構こういうの飾られてるところたまにあるんですけど、これはなんで飾られてるんですかね、この絵は。こういう建物もすごいですよ。この倉庫もね、すごいです。もう今こんなビジュアルの倉庫もうなくなりましたからね。こういうのが現代にもちゃんと綺麗にこうやって残っているのは、この天満宮の方がたくさんお手入れをしてくださってるからだと思います。学問の木、貝の木、この木のお守りが作られてるみたいです。ここは学問のお寺なので、何か受験とかで悩まれてる方がいたらここに来るといいかもしれないですね。
ここも梅がつぼみが大きくなってきています。すごい。ここもちなみにここ桜とか梅とか紅葉でも有名な場所のようです。さあ皆さんやってまいりました。結構いろんなところにあるんですけど、稲荷神社です。この稲荷神社っていうのはなんか分割されてるんかわかんないんですけど、上賀茂神社とかいろんなところに稲荷神社があります。なんか伏見稲荷のね、多分分裂したものだと思うんですけど、だからこそこうやって鳥居があります。伏見稲荷は千本鳥居っていうのがあってね、行ったことない方あんまりいらっしゃらないとは思うんですけど、すごい千本鳥居迫力がすごいですから、ぜひ行ってみてください。ほら、伏見大明神って書いてありますね。ここもご利益がありそうです。このチャンネルを見てくださってる方の孫さんとかお孫さんとか、はたまたその見てくださってる方とか、受験に合格しますようにと、皆さんが健康でいれますように。たくさんお祈りしておきましたから。さあ続きまして、これすごいですよ。これおそらく生見神社で最後の、建物になると思うんですけど、これなんて読むんですかね。弁天さんいうみたいで、なんとこの建立は845年です。つまり言うとですね、1180年前ぐらいに建った神社みたいです。すごくないですか。めちゃくちゃパワーを感じます。すごいです。ちょっと中に入らせていただいて、ちょっと中入っていいのかな、これは。いや入ったらあかんそうやな、ダメそうやな。この辺でちょっと終わっとこう。この辺でお辞儀するぐらいにしとこう。いや、なんせ1200年の歴史がありますからね、すごいパワーを感じます。いやいいですね、いいですね。生見神社、本当にすごいパワーを感じますし、日本最古の天満宮ということもあって、もっともっとこれからも後世に受け継がれていってほしいなと思うところであります。さあ皆さん、ちょっとここで真面目な話をさせてください。この生見神社、生見天満宮さんはですね、令和の大修繕が控えております。はい、この日本最古の天満宮はもうここにしかないんですけど、その天満宮が令和の大修繕を、そんな時期を迎えているということなんですけど、クラウドファンディングをされておりまして、今日僕がなぜここに来たかと、来るきっかけは何だったかと言いますとですね、この生見神社さんのクラウドファンディングを見つけまして、何か座教徒として力になれないかなと思うところもあって、今回ここに足を運ばせていただいた次第なんですけど、目標金額がですね250万円なんですけど、まだ144万円しか貯まっておりません。おそらくね、この250万円っていうのも多分全然一部やと思いますし、もう貯まれば貯まるほどね、この生見神社さんも助かると思いますんで、僕として何ができるかっていうことを考えると、
こうやって座京都のチャンネルを通して皆さんにね、この生見神社さんの現状を知っていただいて、いいなと思っていただいて、もしね寄付してみようと、思ってくださる方がいらっしゃれば、概要欄の方にクラウドファンディングの URL を貼っておきますんで、ぜひそちらから、生見神社さんに寄付していただければなと思います。クラウドファンディングだけじゃなくてですね、実際にここに足を運んでいただいて、お守りを買っていただくとか、そういったことでも構わないと思います。1人500円とか300円とか、そんなんでもいいと思います。全然小さいお守りを買っていただくだけでもいいと思うんですけど、何かしらね、生見神社さんのこの令和の大修繕事業にね、皆様のねお力をお貸しいただければと思います。はい、ぜひ座京都のね視聴者の皆さんのパワーで、この生見神社さん、もう1000年を超える歴史のある生見神社さんを皆様の力で後世に残していけたらなと思います。ということで、ちょっと生見神社さんのね動画、最後ちょっと真面目な話になっちゃいましたが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さん、今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で構いません。コメントを書く際は日本語じゃなくても構いませんので、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いいたします。さあ、ということで、これじゃない、確かね表に貼ってあったんですよ、クラウドファンディングのやつが。これだ、目標金額250万円、生見天満宮の本殿の修復のためにクラウドファンディングに挑戦しますということです。URL は概要欄の方に貼っておきますんで、ぜひぜひそちらの方から生見天満宮さんの修繕にね協力してあげていただけると助かります。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。